二人パパシェラ皆さんこんにちは。二人パパのみっつんです。今日は二人パパ動画編集の秘密を大公開。サプライズで突撃されたみつパパ、その編集部屋に潜入して台本作りやナレーションの様子、機材選びの方法やフルテロップをつけるその理由、動画作りにかけるこだわりのポイントまでなんだか熱く語っちゃいます。二人パパの編集が好きというコメントをいただいた皆さんの声に答えます。それでは行きましょう。二人パパの二人パパみっつん流こだわり動画編集の秘密。皆さんこんにちは。二人パパマネージャーの夏子です。今日はみっつんに秘密で今ここに来ています。というのもみっつんの編集の秘密を知りたいというコメントがあったので取材に行きたいと思います。どうだろう、空いてるかな。空いてました。お邪魔します。何してんの。みっつんの仕事部屋に潜入したいと思います。急に今元気ちょっとすごいびっくりしたんだけど今今週のやつをやっと始められるって感じで、今日本の準備で全然編集が今日火曜日で、金曜日に出すレインボーケーキの動画を今からやろうかなと思っててやばいんだけどちょっともういつも結構時間かかるから、立ってしてる。一応この多分ルームツアーとかで紹介はしたけど、この椅子も使うけど基本的には立ってやってて、疲れたらちょっと座ったりとか、こっちに、こっちの椅子をなんかこうやってこういう動画なのこんな感じでいいの。こういう動画です。多分、トークと Vlog とちょっと違うんだけど、いわゆる Vlog とかだといろんなやっぱカット、料理の動画も含めて全部で24時間ぐらいかなと。20時間から24時間早い。なんか最初はなんか今もう取り込んだんだけど、素材がまだここにあるだけなので、これを今からやっていこうかなって感じです。多分全部やると今日取りきれないから、じゃあ最初のとこだけとかにする。ちょっと待ってね。とりあえず髪の毛ボサボサだけどちょっと帽子かぶってきていい？髪の毛ボサボサ。急すぎるんだけど。ちょっと。二人パパ髪の毛もひげもすごい今日なんかオープニングってうち30秒ぐらいいつも入れてるんだけど、オープニングは最後に作るので。そうなんですね。そう、もう今そのオープニングのレインボーで2人パパがキスしてるシーンの次のところから作ってる感じです。これね、ナレーションはナレーションの部分って台本作ってるんだけど、これをやりながらなんか見てて、ここなんか足りないなみたいな、なんかこの素材だけだとちょっと説明が足りないなとか、あと誤解があるかなみたいな部分を補足するような形でナレーションを入れてるので、切りながらナレーションを入れる場所を考えたりとか台本を書いたりしてるので、まずなんか素材がバーって長くあるので、いるところといらないところっていうのを切っていく作業からまず入ります。時間かかる。ここ特にレシピ動画は撮りっぱなしにして1時間とか2時間とかの素材があるから、それをもう頑張ってやっぱ20分とか下手すると25分とかになって、また多分台本作りながらやってるから、やっぱ4時間5時間とかかかるかな、早くて。で下手すると丸1日8時間とかかかる時があるかな。これは多分ちょっとナレーション入れようかな。基本的にはこんな感じで自分で編集しながら笑ってます。ここでナレーションをで、大体なんか一つの
レシピ動画とかだと一つのこう作業が終わると2人パパに入れようかなとかって考えてるので、色の準備ができたのでケーキのパパイ生地の準備をしていきますよ。2人パパここら辺かな生2人パパ。あれ俺の自分の声でちょっとなんか声のトーンとか速さを多分変えてなんかああいう声にしてます。これをここにこうやって、挟んだりとかして入るようにしてます。でちょっと本当はこれをずっとやっていくとすごい時間かかっちゃうから、今日こんな8時間も入れないでしょじゃあとりあえず今こうやって見ると、ここにほら一番最初オープニングが終わった後から2人パパのキャッチアイが入るまでに、今回はたまたま3つのナレーションのパートがあって、普段はもう1本分全部この作業をカットをしてからの作業にはなるんだけど、ここまでやるとナレーションのところだけをバーって入れていく感じになります。2人パパでナレーションの時にこのマイクを使わなきゃいけないので、ちょっといろいろつなげたり、全部 YouTube でいろんな人のレビューを見て、日本の方もいっぱい見るし、海外のものも見るし、やっぱ日本では売ってるけどとかっていうのもあるから、うちは Shure っていう、マイクでは結構有名なところの SM7B っていうやつを使ってます。多分ね、渡辺直美さんがライブで使ってるのを見てかっこいいなと思って、これになんか真似した気がします。その後にいろいろこう機能とか調べて、自分のところで使えるかどうかとかも含めて調べたりしてます。このマイクはこのなんかミキサーみたいなのが必要なので、ヤマハのやつを使って、マイクもなんか USB だけでつなげられるいいマイクもあるから、多分夏子とかそうだよね。そう、私も実は全部真似してウェブカムからマイクからそれから同じやつだって Mac もさ、俺が前使ってたやつだもんね。そう中古の俺が使ってたやつを中古で買い取ってもらって。そうなんです。だから自分は今MacBook の去年出たやつ、で結構いろいろメモリとかいっぱい積んで、早くやっぱすごい動画制作ってすごい重たくなるので、パワフルにして使ってる感じです。アメリカ行く前に買いたかったんだけど、まだ出てなくて、その時は。そうで、前のやつはほらMac miniデスクトップなので持っていけなくて、だからリカが昔使ってた古い MacBook Air かなんかを使ったら全然大変で、あの頃からどんどん夏子に手伝ってもらえるようになったよね、テロップ入れとかね。でもよかった、あれはなんか残して、なんか自分たちも見返してすごい楽しかった思い出になるし、そうだからちょっで日本頼むね日本行ってる間もう多分編集とかイベントとかも多いし、ちょっと休みたいっていうのもあるから、日本行ったらでも大変だよね。だって最近夏子も自分のチャンネル始めたじゃん。概要欄に貼っとくんで、皆さんチャンネル登録お願いします。僕も結構出てるので、サブチャンじゃないんだけど、結構僕のプライベートっぽいとことか、僕っていうか2人パパのプライベートっぽいシーンとかもたまに出てきたりするし、僕がなかなかできない動画のトピックとか、同じルレオとかスウェーデンの生活とかが結構上手にやってるので、僕が全部編集教えたんですけどねコンサル料ね、そのうち出世払いでいただこうかなって思ってます、なのでぜひ皆さんその出世払いができるように、夏子のなんていうタイトルだっけ、チャンネルの名前。それは三尾さんにつけてもらったんですが、それも俺がつけたんだけど2人で話し合ってね。犬と私と北欧暮らしチャンネルです。そうだね、可愛い犬が2匹いて、保護犬のね、だからそういう保護犬の話題とかも多分これからどんどん出てくるって言ってたから、みつパパがセムラの食レポをやってたりするので、ぜひそちらの方もチェックしてください。じゃあちょっとナレーション入れていこうか。2人パパそう、さっきも言った通り、今この最初のチャプターのところにナレーションの場所が3つあって、この横に今台本をもう書いておいた感じなので、バキバキで、あとなんかナレーション入れるときは座ってるとお腹にちょっと力が入らないので、この机になる前からナレーションの時は立ってやってることが多かったです。
単色のフードカラーリングを用意したら、この組み合わせで他の色を作っていきます。さあ、息子くん上手にできるかな？単色のフードカラーリングを用意したら、この組み合わせで他の色を作っていきます。さあ、息子くん上手にできるかな？メールのピンって音が入っちゃったけど大丈夫かな？ギリギリ。多分大丈夫な気がする。ここは一発で結構いけるかな。やっぱオープニングがちょっと尺があるから、尺に合わせたりとかで一発でいかないことも多いけど、で今ここ見るとさっき、適当にやったやつよりやっぱり伸びたから、こうやって伸ばしておいて、一応聞いて、単色のフードカラーリングを用意したら、この組み合わせで他の色を作っていきます。さあ、息子くん上手にできるかな？息子くん上手にできるかな？そう、今もう聞きながらやってたけど、ここで適当にやっといたやつを、この長さにこう伸ばして、そうするとナレーションの間は早送りの部分がこうやって見えるって感じかな。今回初めてやったのですが、基本的には1対1の割合で混ぜて、色の混ざり具合を見て微調整してみました。いまいちだった。もう一回やろう。色の混ざり具合を見て、色の足りない色を足したりしました。感覚なんだけど、一応ナレーションはリズムを大事にしてて、ちゃんといいリズムがある感じで、一回読んでみて、一回書いたやつがあるじゃん。それを読んでみて、いまいちリズムが変だなっていうと、ちょっと言葉を変えたりとかして取り直すこと多いです。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんと息子くんです。はい、息子くんです。ということで、今から久しぶりにバーカします。何バーカ？息子くんですのところを、もうちょっと息子くんにアップしようかな。そうすると、息子くんです。はい、息子くんです。こんな感じでやるんだけど、最近はもう BGM をここで入れちゃうかな。最近 BGM とエフェクト効果音とかを全部一緒に入れるようにしてます。だいたい BGM はいつも使うようなやつがここにあるので、なんとなくオープニングの元気な感じでちょっと良さそうだなっていうのがあったら、こっちにくっつけて、だいたい後で調節はできるので、長さを一回こうやって聞いてみます。せーの、でその時によって音楽のタイミングとか皆さんこんにちは、二人パパのみっつんと、うちは多分割とこのカット割りが細かいというか、すごいじゃん。ほら今ちっちゃくガッツポーズしたでしょ。そういうちっちゃいけど面白いことやってるなっていう時は、そこをちょっとアップにしてでセックスとかそういうのがちょっと面白いので、こういうのをちょっとエコーをかけたりとかします。これぐらいかな。セックスのファン自分たちでやってると固定カメラにすることが多いので、そうすると広い画角で撮っておいてアップ色を作ります。ここに自分後でアップにしたりしてあるので、多分 YouTuber 的にはこれやるとすごい大変なんだけど、編集も大変だし、撮影時間も長くはなるんだけど、子供と撮影するじゃん。そうすると YouTuber 向けにさ、はい次やりますみたいなことができないから、一応息子くんのテンポとかもあるし、それがあるから息子くんが面白いこと言ってくれたりもするし、だからもう編集で、ずっとトリッパーにして、あと自分たちは普通に家でバーカしてるみたいな感じ。別に YouTube 用ってわけじゃなくて、その中間ぐらいっていうのかなで撮影をするので、
やっぱこれぐらいしないとちょっと僕が見てて自分が見てて飽きちゃうからできるだけなんか自分が飽きないように、自分が見てて楽しいものを作りたいなって思いながら編集はしてます。ということでじゃあ今とりあえず一番最初のチャプターのところができて、いつもはもう20分の動画を全部この流れでやるんだけど、もうとりあえず音楽がついてある程度エフェクトがこれまた後でもうちょっとたくさん入れるんだけど、いろんなエフェクトとかが決まって動画の長さをうちは最初に決めます。で動画の長さがこれ決まったら一回書き出します。これは字幕起こしに他のソフトを使っているので、僕はブリューっていうソフトを使っていて、普段はねこれ夏子がいつも担当してくれてんだよね。そうすると僕がその間にサムネ作ったりとか他の作業ができて、しかもこれリモートでしやすい、ものなのでとても便利でよく使ってます。新しいやつね。さっき今書き出したやつをこんな感じで今出てきてます。せーの、終了。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんとくんです。こんな感じで、くんはい、息子くんです。ということで今6色のレインボー毛にします。やっぱり正しくないところがあるので、あと漢字の2人パパとかが漢字になっちゃったりするので、あと3つはさ認識されなかったりするから、結構コメントとかで夜寝る前とか寝かしつけの時に音出さずに見れるので助かってますとか、あとちょっと聴覚になんていうかな、障害がある人が聞こえにくいとか聞こえないとか、いろんな方がいるとは思うんだけど、どの方が見てもなるべく見やすいようにっていう風にはしています。あとなんかやっぱうちは特にスウェーデン語とかが混ざるから、もうどっちにしても字幕を入れないと分かんないっていうことがあるから、結局字幕入れなきゃいけないんだったらフルテロップにしようって思ってやってます。そうだね、やっぱりその文字の雰囲気とかでちょっと印象が変わるかなと思うので、ちょっとどこでひらがな使うとか漢字にするとか、あとタイミング、あとなんか面白いこと言うのに先に字幕が出ないようにしたりとかっていうのは後でまた調節はするんだけど、でこれを書き出してこっちで開くと、皆さんこんにちは、二人パパのみっつ。こんな感じで今入ってます。うちは特にその喋る人によって色を変えてるので、せーの、例えばこれはもう2人で言ってるから、あと大きさを変えて場所をこうやって変えたりとかして、こんにちは、二人パパのみっつとこの組み合わせでナレーションのところもちょっと色を変えてるので、こうやって聞きながらナレーション色をこうやって変更してます。こんな感じかな。なんでいいのか。こうするとこうやってまだ本当に最初だけだからちょっとしかやってないけど、こんな感じでいろんなエフェクトとか効果音とか、あとたまに画面の色を変えたりもするんですけど、やったりしてます。でそれが終わって全部字幕の色とかも全部変えたりとか位置とかを調整して、ようやく書き出しができるって感じです。2回書き出したりしてますね、うちは。であとはオープニングとか次回予告とかいろいろ細かいことは入れたりするんですけど、基本的な動きはこんな感じでやってます。なので結構時間がかかるんですよ。なんかこだわんなくてもさ、別に YouTube ってもうちょっとみんな気楽に編集してる動画もいっぱいあるし、なんかそれでもいいかなとは思うんだけど、なんか自分がなんか編集してても楽しくないと
うん今日見てて分かると思うけど、自分でさ編集しながら笑ってんのね。おかしくて。だからその素材を見て面白いなと思ったところをちょっと増幅させるような感じでエフェクトとかは、入れたりしてます。大変だけどなんかこうやって割と楽しみながらやってるので皆さんも楽しんでいただけてたらいいなと思います。じゃあ今日はもうこれぐらいでいい？本当忙しい時にありがとうございます。大丈夫？勝手に大丈夫。あとじゃあ後でちょっとスケジュール調整しようか。はい。最後せっかくだから出てくるあなたの顔最後だけ。リカバップも急すぎて今なんかすごい挙動不審になってるけど。じゃあということで今日は夏子さんにライブじゃないライブじゃ大丈夫ということでみんなでヘイドをします。じゃあヘイドー。